こんにちは、ジパング55のタカです。今私は島根県出雲空港に来ております。今回は2泊3日で島根県を回りながら、星野リゾートブランドの一つ、界の玉造りと界の出雲に宿泊する予定です。この動画では界玉造りに宿泊した様子をご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に、各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをいただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。他の動画では、以前玉造りで宿泊した温泉宿や島根観光もご紹介していますので、そちらも確認してみてください。界玉造りは、出雲空港から車で30分、米子空港から45分、松江市内からは20分とアクセスはしやすい位置にあります。周りには松江城や足立美術館もあり、観光もしやすいです。今回は15時過ぎに玉造に到着しました。以前あった浦久という宿を再ブランディングしたそうです。また以前は界出雲という名前でしたが、2022年に日の岬温泉で界出雲がオープンすると、名称を界玉造りに変更したそうです。ロビーはこじんまりしており、落ち着きのある雰囲気になっていました。机と椅子が数脚ある程度でした。窓の外には綺麗な庭園が広がっています。ロビーには売店があり、お土産品や日本酒などが販売していました。諸説ありますが、島根は日本酒発祥の場所と言われています。ドリンクはお水、日本酒も販売していますね。御朱印帳も販売していました。界ではお湯印帳がありますが、お酒番があるのは面白いですね。この後紹介する部屋にも置いてあるお菓子が販売していました。結構美味しかったので、お土産にもおすすめですね。他にもお土産になりそうなものが幅広く販売していました。玉造りは勾玉造りが盛んだったことで有名です。三種の神器の一つ、八坂の勾玉は、ここ玉造りで製作されたと言われています。界玉造りでは勾玉も購入できるようです。お茶のウェルカムティーがいただけるということで、参加する時間の札をいただきました。15時30分から18時30分の間で参加できるようです。それでは部屋まで向かいたいと思います。部屋まではスタッフの方が館内説明をしながら案内してくれます。朱色の橋も架けられていて、趣がありますね。池には鯉も泳いでいました。館内には地元の工芸品などが飾ってあり、販売もしているそうです。勾玉作りに使われるメノウの原石なども置いてありました。この周辺の山で採れるそうです。部屋の玄関は広々しており、靴なども着脱しやすかったです。床は奈良時代から始まった殴り加工という伝統技術を使用しているそうです。勾玉と水の水面をイメージした襖があり、部屋と玄関を区切っています。こちらがお部屋です。かなり広々していますね。居間の奥には酒樽を模した机も用意されています。出雲石や鏡石などが埋め込まれたアート作品、日本酒の選び方などの書籍が置いてありました。そしてすごいのが、客室に露天風呂がついていることですね。広々していて、2人ぐらいは一緒に入れそうですね。お湯は清潔に保つために、常に注がれ自動で排水しているとのことでした。お風呂から出て、すぐに体が拭けるように、バスタオルの用意もありました。机にはケトルがあります。湯飲みは出西窯で作られているらしく、出西ブルーとして有名だそうです。他にも界おなじみの生姜湯や地元のお茶などがありますね。島根は日本酒が有名なため、酒蔵の説明マップもありました。私の部屋からは景色などは見れないようになっていました。今回は3人部屋でお布団も3つ用意されていました。居間にある作業デスクは広々しており、
作業しやすかったです。机の下には冷蔵庫があり、ドリンクが入っていました。お水以外は有料です。お水はなくなれば、給水所で自由に補充できるそうです。居間にあるテレビも大きく、布団やソファーからゆっくり見れる位置にありました。トイレも新しめで、綺麗ですね。クローゼットも広々しており、スーツケース2つぐらいは入りそうでした。浴衣のようなパジャマと足袋も置いてありました。下には金庫もあります。こちらが洗面台です。広々しており、椅子があるのも嬉しいですね。階は洗顔や化粧水など一式揃っているので助かります。アメニティ類は風呂敷に入っていました。バスタオルと小さいタオルも用意がありました。中にはドライヤーも入っていますね。隣にはシャワールームがありました。レインシャワーと手持ちシャワーがあり、綺麗で広々していますね。机には茶菓子と日本酒の注文用紙が置いてありました。部屋でも日本酒を注文できるみたいです。階は部屋の鍵についているキーホルダーもご当地のものがあしらわれています。今回は日本酒のマスと勾玉でした。こちらのお部屋に1泊します。値段は1人朝食夕食付きで1泊42,720円です。結構高級宿ですよね。お部屋のグレードとしては一番お安いお部屋になります。今回は土日宿泊だったこともあり、少し高めの値段になっているかもしれません。説明冊子もあり、館内の営業時間などがわかるようになっていました。部屋の説明もこと細かく記載されていました。会では地元の名産にちなんだご当地楽が行われます。玉造りでは石見神楽のオロチが上演されるそうです。楽しみですね。他にも日本酒バーがあり、日本酒の飲み比べができます。42種類も用意されているそうです。こちらも後ほど参加したいと思います。部屋で手作り和菓子体験もできるみたいです。冊子の中には島根の日本酒一覧などが載っていました。日本酒銘柄の説明も一覧で載っており、お酒が好きな方にはたまらないですね。日本酒がわからない人でも選べるように、わかりやすい名前のついた日本酒セットも置いてあるようです。それでは館内をご紹介しながら、ウェルカムティーを飲みに行きたいと思います。トラベルライブラリーでは、島根に関連する書籍やドリンクが置いてあります。お茶はカフェインレス紅茶や黒文字茶、紅風紀紅茶などがありました。コーヒーは通常のものとカフェインレスコーヒーがあります。テラス席もあったので、天気が良い日は外で過ごしてもいいかもしれませんね。なぜか廊下に人力車も置いてありました。記念撮影にちょうどいいかもしれませんね。こちらが日本酒飲み比べができる日本酒バーです。時間予約制なので、チェックイン時に空いている時間で予約してみてください。日本酒に関するものがいろいろ置いてあり、面白いですね。それでは茶室で、ウェルカムティーの抹茶をいただきたいと思います。茶室までは庭園を歩いて向かいました。席に着くと、茶菓子を提供いただきました。勾玉の形をしており、可愛らしいですね。中にはあんこが入っていました。目の前でお抹茶を入れていただきます。一つ一つの作法がとても綺麗でした。今回のお茶は山菜流と呼ばれる流派だそうです。千利休の弟子である細川忠興、別名細川山菜を流祖とした武家茶道を特徴とする流派です。武士の流派のため、一般的な茶道の作法とはところどころ異なるそうです。お抹茶は苦すぎず、茶菓子とよく合っていました。茶道の小話を聞きながら、美味しい抹茶や茶菓子をいただくことができました。抹茶を楽しみながら、日本の伝統文化に触れることができるので、ぜひ参加してみてください。それでは夕飯前に、
大浴場でお風呂に入りたいと思います。大浴場前には湯上がりどころがありました。綺麗な庭園を見ながらゆっくり湯上がりを楽しむことができます。ドリンクも用意されており、自由に飲むことができます。アイスはミルク、抹茶、コーヒー味がありました。ミルクは大山白バラ牛乳のミルクを使っているそうです。泉質などを説明してくれる温泉いろはも16時から実施しています。出雲国土風土記を紙芝居で説明いただき、会でおすすめしている現代冬至体操もご紹介いただきました。参加すると300円するお湯委員長が無料でもらえるので参加してみてください。そしてこちらが大浴場です。なんと珍しい日本酒パックまでありました。マスに日本酒と水分を含むと膨らむ顔パックを入れます。日本酒は肌に良い成分が多いらしく、ここではパックとして利用できるようです。パックはお部屋や大浴場で楽しむことができます。それでは大浴場に入っていきたいと思います。とても気持ちの良いお湯でした。ここ玉造の温泉は1300年前から人々に親しまれています。出雲国風土記では一度入ると美しくなり、再び入ると万病が治ると記されています。製薬会社の泉質調査では基礎水分量を 165% もアップさせるという高級化粧水レベルの温泉と評価されました。全部屋に露天風呂がついているため、大浴場を利用されている方は少なめでした。私が利用したタイミングでは誰もおらず、貸し切り状態でゆっくり入浴することができました。温泉は露天と室内の2つがあり、とても気持ちよく入ることができます。ぜひ神の湯を堪能してみてください。それでは夕食を食べに行きたいと思います。庭園が見渡せる席に案内いただきました。今回の夕飯ラインナップはこちらです。ドリンクはビール、ウイスキー、果実酒、ノンアルコールドリンクなどがありますね。もちろん日本酒なども充実していました。赤ワインや白ワインも用意がありますね。スパークリングワインも3種類ほど用意がありました。ペアリングセットもあったので、料理に合わせて楽しんでもいいかもしれませんね。お箸を留めている紙には、以前のお宿で使われていた雲のマークがあしらわれていました。先付けは、のどぐろの炙りと生ハム、ゆず大根を合わせています。島根は日本海側なので、のどぐろも有名です。意外に食も豊富なので、食事を楽しんでみるといいかもしれません。続いて、白身魚のすり身を春らしい色で色付けしている椀物です。温かく、香りもとても良かったので、美味しくいただけました。こちらが崩落盛りです。一緒にお造りと酢の物も乗っていました。2名分台に乗っていますが、とても綺麗ですね。お造りはカンパチ、タイ、サワラがあり、身が厚くてとても美味しかったです。お造りにつける調味料も、日本酒と梅干しを煮詰めて作った煎り酒と、だし醤油が用意されていました。八寸のお料理もどれも美味しく、また食べたくなる味でした。料理は、鶏のもなか揚げ、野菜の天ぷらなどの揚げ物、湯葉を使った蒸し料理、うずめの飯仕立てと続きます。うずめ飯は、島根県の津和野に伝わる郷土料理だそうです。お米は、煮田米という島根のブランド米です。うずめ飯は、贅沢を嫌うお殿様からおかずを隠して食べるために、白米に隠して食べたそうです。中には島根で有名なうっぷる祈りも入っています。玉造りでは、うずめ飯を模した料理を提供しています。お漬物も用意がありました。一緒にご飯と、しじみのお味噌汁をいただきます。煮た米とうっぷる祈り、そして和牛がよくあって、とても美味しかったです。
地元の食材をふんだんに使っているのも嬉しいですね。ウップルイのりは美味しかったので、お土産でも買って帰ろうと思います。デザートは酒粕を使ったバニラアイスです。この酒粕を使ったアイスがとても美味しかったです。バニラアイスがより濃厚になっていました。これはぜひ食べていただきたいですね。それでは残りを食べて日本酒バーに行きたいと思います。中央にあるお庭は竹を使った光でライトアップされていました。夜になると違った雰囲気になり素敵ですね。それでは日本酒バーで日本酒の飲み比べに行きたいと思います。先ほどご紹介した日本酒バーでは日本酒に関するものがいろいろ飾ってあります。カウンターと椅子があり、こちらでいただきます。天井には石見神楽で使用されるヤマタノオロチも飾ってありました。スタッフの方におすすめの日本酒やどんなお酒かを聞きながら注文することができます。単品が600円、3種類セットは1200円でした。今回はいろいろ飲めるので3種類セットにしました。200円でつまみの鳥羽を注文しました。今回はこちらの6種類です。島根の地元のお米を使ったお酒を選びました。こちらは飲みませんでしたが、ヤマタノオロチを倒す際に飲ませたヤシオリの酒を再現したお酒もありました。当たり前ですが、酒蔵や日本酒の種類によって味が全然違いました。飲み比べしてみるとよくわかりますね。日本酒のわからないこともスタッフの方に聞けば丁寧に教えてくれました。日本酒も奥が深そうですね。部屋で飲み比べだけすることもできるので、気になる方はぜひ注文してみてください。それではロビーで石見神楽を行うので参加してみたいと思います。石見神楽は島根の西で行われている神楽で様々な演目があります。貝玉作りではヤマタノオロチを退治するオロチの演目を見ることができます。あらすじも紙で渡されるので分かりやすかったです。それではダイジェストで石見神楽をお届けしたいと思います。こちらの演目は出雲の地に流れる日川上流に現れたオロチ、ヤマタノオロチを倒すためにスサノオノミコトが立ち上がるお話を舞で表現したものでございます。舞台は日川上流。ある日、川で洗濯をしている村の女性の後ろからヤマタノオロチが襲いかかり、あっという間に村の女性は飲み干されてしまいます。村人の話によると、次に襲われるのは櫛灘姫というお姫様だということでした。この話を聞いたスサノオノミコトと櫛灘姫は協力してヤシオリのお酒という非常に強いお酒を作ります。お酒に目のないヤマタノオロチはこのお酒を発見するとあっという間に飲み干し酔っ払ってしまいます。そうして酔っ払ったヤマタノオロチにスサノオノミコトが切りかかり、戦いは始まります。そして見事ヤマタノオロチを倒したスサノオノミコトはその尻尾から後の三種の神器と呼ばれる草薙の剣を発見いたします。全長16メートルものあるヤマタノオロチが所狭しと大迫力に動き回る舞台をどうぞお楽しみくださいませ。
迫力満点でしたね。狭い会場を所狭しと使った演目でした。本来ヤマタノオロチは1体ではなく8体が所狭しと会場で暴れ回るそうです。一番前の席は特に迫力がありました。始まる30分前くらいに行くと座れるので、早めに行くことをお勧めします。それでは、今日はもう部屋でゆっくり休みたいと思います。おはようございます。部屋にお風呂があると朝からすぐ入れるので、嬉しいですね。それでは朝の体操に参加しに行きたいと思います。酒造りの温度に合わせながら体操をしていきます。会では、ご当地に合わせた体操を取り入れているので、面白いですね。せーの、どっこいどっこい、五尺よ、六尺、縦な、せーの、どっこいどっこい。ありがとうございます。足を反対に、あと2回どっこいどっこいがあります。体操が終わった後、軽くお風呂に入りました。この大山ミルクアイスがとても美味しく、朝から食べてしまいました。アイスまでクオリティが高いのは嬉しいですね。朝食会場は夕飯会場と一緒です。朝ごはんは和食御膳がセットで運ばれてきます。こちらが朝食です。どれも美味しそうですね。鶏つくねの鍋、のどぐろの干物、だし巻き卵、島根名物の赤天などがありますね。朝食はシンプルですが、ボリュームもあり満足です。赤天は島根県浜田市を代表する特産品で、魚のすり身に唐辛子を練り込んだピリ辛のかまぼこです。お酒のおつまみにもよく合うと思います。朝食は一番早い時間が8時からだったので、朝から向かう先がある方は注意してください。それでは今回の貝玉作り、いかがだったでしょうか。神の湯に浸かりながら、神楽まで堪能できる最高の宿でしたね。ぜひ玉作りを訪れる際は、宿泊を検討してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、スーパーサンクス、チャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。